はい、こんにちは。こんにちは。オールドマックスカメラマンの愛樹です。カメラマンの徳ちゃんです。今日はカメラマン愛樹の持ち込み企画ということで、ちょっと自分のパンヘッドを、仕様変更を少し前にしましたんで、それについてお話聞いてください。はい。ではよろしくお願いします。お願いします。行ってみましょう。それでは紹介をお願いします。はい。じゃあ仕様変更した箇所がいくつかあるんですけど、とりあえず大きいところからここタンクです。ちょっと元の仕様はこの辺に出しておきます、写真を。こんな感じの仕様で、前は青に白のファイヤーパターンのタンクで乗っていたんですけど、はい。分割タンクはい。にしました。特に詰めたりはしていないんで、元の大きさ 3.25 です。で、何々やったかでいうと、元の塗装とかを剥離して、でちょっとガソリン漏れてるところを埋めたりしながら、塗装を自分でここはピカピカにしました。で前の僕のその青いタンクの時にも言ったんですけど、缶スプレーでおなじみの缶スプレー。缶スプレーでウレタンでちゃんと塗装はせずに、あくまでガレージビルドということで個人で作っているのが一つのあれなんで、ちょっと工場とかには行かず缶スプレーとかで仕上げちゃうのが一応僕のコンセプトでもあります。なるほど。はい。なんでマスキングここら貼って、自分でスキャロップのこのラインを出し、でボスにチェックしてもらって、もうちょっと上じゃないか、長い方がいいじゃないか、どうだこうだって言って、この辺のラインを出して拭きました。スキャロップははいなんか一般的にですけど、はい、上が長いと思うんですよ。そうですよね。下長くしたあれがなんかあるんですか？ちょっと下を長くして、なんていうんですかね、ぼってりして見えにくくなるかなという狙いはいがありました。それが叶ってるかは分かんないんですけど、なんていうんですかね、このスキャロップ、下のスキャロップが短いとこの辺がすごく膨張して見えたんですよ、はい。考えるに。なんで下をこのなりに合わせて、タンクのなりに合わせてラインを、このラインで収めるっていう感じでちょっとやってみたんですけど、もうそもそもで言えば黒いタンクに赤いラインの方が多いかなと、はい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 。世の中では、はい。そんな気がするんですね。なんでそれもあえて逆いって赤に黒いラインにしてみたりっていうのもして、そしたらちょっととある知り合いからはイケイケゴーゴーな仕様だねっていう風に言われたんで、なんかちょっとオラついた感じに仕上がっちゃったのかもしれないですけど、徳ちゃんその辺はイケイケどうですか？イケイケゴーゴー。イケイケゴーゴーな仕様になりすぎてないかと。大丈夫ですか？イケイケゴーゴーですね。ありがとうございます。でこのエンブレムなんかもめちゃめちゃにしてやってこのような仕上がりになっておりますこれは何をしたんですか？これ焼いたりゴシゴシやったりなんだりで、スプレー吹いたりなんだり、いろいろやってますね。かわいそうなことしてかわいそうなことしてますという感じで、元のマスタングのナローをつけてたんで、取り付けのタブなんかはもともとフレームから飛ばしちゃってたんで、逆にそれは溶接してフレームに戻したりして取り付けれるようにしました。分割タンクあれですよね、2つ作るんではい、大変ですけど、2個作ってるぐらいな感じではありますよね。完成した時はやっぱはい大きいですよね。はい、ツーリングなんかもやっぱ容量が単純に増えてるんで、安心して行けるようになりましたかね。なるほど。ガソリンにビクビクしない生活になったんで、そこはいいかなと。やっぱ上にもともとフレームの上に乗っかってタンクつけてたのが、やっぱこれだけエンジンにかぶるぐらい下がった印象があるんで、なんていうんですか、ローマウントになったんで、やっぱそれで見た目が結構変わるんだなっていうのはやってみて実感しています。オールドマックス。そしてフロントフォーク、
もともとは、40パイの太い方の、10インチオーバーぐらいの長さのテレスコが入っていました。なので長さ的に言えば多分この74のスプリンガーのロングの方がもう1インチ2インチぐらい長そうな感じです。実際長くなった実際長くはなってるんですけど、結局このロッカーの仕組み的に、はい、なんていうんですか、普段の位置がこうくの字になって降りるんで、なので棒の長さは長くなってるんですけど、乗った感じとかはもうほんとちょっと上がったぐらいで、あんま変化はないかなっていう感じ。テレスコとまた違うっすもんね。テレスコとそうですね、違いますね。という感じで、まあこれはいろいろ問題があって、いろんなとこ曲がっちゃってるのを正吾に直してもらったりとかしながら。いいですね、このお腹が。ここのシワを取ってもらっていいですか、例の徳ちゃんが気にしてる多分このリアレッグに曲がりとかがあるからシワになったんじゃないかと。これ僕が最初お願いされたんですけど断りました補修を、このフロントレックとかの補修を頼んだんですけど、正吾が一肌脱いでくれたと。いいですね。友達の命にあれですよね、保証はできんっていうことで僕は触れませんでした正吾は触ってくれたと。で一応こっち側来てもらうと、このフロントのドラム、これは今カメラマンの徳ちゃんが貸してくれてるということで、元がだからテレスコの時にはパンのブレーキがパン純正のドラム、はい、ドラムがついてたんで、そのまんまじゃつかんねということでブレーキが必要になり、徳ちゃんが前使ってたのを貸してくれたよということで。それも面白いですよね。そうですね、ハーレーのいいとこですか、みんなで貸し借りできたり。貸し借り大体帰ってこないですけど。大体帰ってこないじゃあこれも帰ってこない想定でいいですか。まあお金と一緒でもう出す時はもう帰ってこないあれで貸してるそういうことですね男ですねでまあフロントフォークで行くんであれば、このヘッドライトも2灯にしました。でこれはアリスかな、アリスのヘッドライトを、アリス、はい、ちょっと用意することができまして。ライララの人ですかそのアリスではないですね。なるほど。2灯でつけました。でもこれつけるにあたってやっぱちょっと難しくて、このステイちょっと映んないかもしれないですけど、ライトステイがやっぱなかなかなんていうんですかね、2灯な分というか、これ上でマウントして下のヘッドライトがこう伸びた先についてるんで、多分走ってて揺れるんじゃないかなと。ある程度厚いので作ってるんですけど、なんでその揺れるしなりとか考えるとなかなかこれ以上収めに行くことができなかったり、ちょっといろいろもっと追い込めばできると思うんですけど、一旦ここでいいにしちゃってますけど、多分徳ちゃんがこの間撮った動画みたいにもうちょっとヘッドライト収めたいんですよ。なんで真横から見た時ちょっと出ちゃってるんで、この辺もう一頑張り暇な時にしようかなと課題が残っています。ちょっと今ステイがピントが合わないですけど、なかなかそうですね、難しいです。個人的にははい2年以内に折れますね。これは2年以内に折れますか。折れますわかりました。2年以内には何とかしておきます。楽しみです。でハンドルも変えてます。でこのハンドルが力作なんですけど。力作です。自分で今言っちゃいましたね。はい、ちょっとうまく取ってもらって、徳ちゃん。横のベティちゃんも同じ色してるもんねハンドルのその形ももちろん溶接しまくって作ってるんであれなんですけど、ちょっとこの取り付け部分をライザーとセットで何がどうなってるかなんとか取ってもらえると。ライザーはこれを使いたかったんです、僕は。74のはいトップ T はいの横にそうですね棒が出てるタイプのはいトップ T、はい、それにこのオフセットのオフセットしているライザ
ライザーが棒を加えて、後ろにキーのハンドル加えのコーナリーノです。コーナリーノなんで、正面から撮ってもらうと、こっからこうまっすぐ撮ってもらうと、ここのライザーがある程度ワイドなんで、このワイドな分ハンドルのこのストレートがここまで来ると、どうしてもこっから普通曲がるじゃないですか、ライザーの外から。幅の問題ですね。そうですね。なんでここが25センチ以上ぐらいあるハンドルじゃないと、このライザーの場合加えれなくなっちゃうんで、どうしても前つけてたハンドルもこっから曲がってエラが張るって言えばいいですかね、エラの張ったハンドルに絶対になってしまう状態をちょっとなんとかしたくて、まあ、ボスに相談して、前から見た時のこのスプリンガーとのそうですね、バランスのことも、はい、こうストーンといくようにしたかった。ああ、だいぶ内に入ってますね。そのためにはこのライザーより内側で曲げてやろうということで、まあ見ての通りなんですけど、パイプを1本外に溶接しまして、パッと見はこういう細いハンドルがついていて、でも加えてるのは実はハンドルのそのなんていうんですか、この横に出た棒を加えてるという、まあ真似事ではあるんですけどね、こういう風にやってある車両がお店に1台あって、ボスにそうやって作りゃいいじゃんって言われたことから、ちょっとこのように作ってみました。でも作るにはちょっとこうなんていうんですか、いい位置出すのに若干苦労したんで、自慢のハンドルということでご紹介させてください。ライザー周辺もそうですけど、はい、R もすごいいいですよね。そうですね。この機械曲げっぽくないというか、手曲げ風の感じで、もうチョッパーということで、はい、こんな感じになってます。次ポジションの話お願いします。はい、僕が身長163センチ、はい、ということで非常にリトルな体型なんですけど、このハンドルがだいぶやっぱりここをオフセットしてるのもありますし、ハンドルがだいぶゆったり手前に来る仕様にしてます。多分僕より背が高い人とかが乗ったらこうすごい詰まってて窮屈だと思うんですけど、僕は腰が悪いんですね。すごく悪そうですよね。悪そうに見えますね腰が悪いんで、なるべくこうゆったり乗りたいんです。それを考えて、このハンドルをやっぱ手前に持ってきて、でちょっととあるものを用意するんでお待ちください。ベティスちゃんを撮ってました今ちょっとこんないわゆるハンプ、はい、炎布ですか、ハンプのまあこういうカバンみたいな道具袋みたいなのをまあ持っているんですけど、カメラマンなんで割とバイクにカメラ積んで出ることが多いんですよ。なるほど。で、まあ、こんな小物の紹介してどうするだって話なんですけど、この中にはクッションが入っています。これはよいしょ、このように飛行機とかでよく空気で膨らまして飛行機とかで使えるようなエアピローなんですけど、カメラがちょっと飛行機の説明もう一回いいですか。飛行機の説明はいらないですよ。カメラが入るときはこうやって中がスポンジの2センチ厚のスポンジを中に四角く囲んで入れてあるもんですから、はい、映ってます？こんな感じでスポンジ、四方をスポンジに囲まれてるんで、なのでこの中にまあカメラを入れて持ち運ぶことができるよと。でカメラがあっても、まあ、今みたいになくてもなんですけど、このエアークッションをこうやって入れるわけですよ。へにゃへにゃの状態で入れます。はい、でこれに空気を
と入れます入れる空気は何でもいいんですか？入れる空気はいいですけど、はい自分の二酸化炭素しかないです、はいそれはでこういう風に膨らんでクッションになりますよと、このように、これ荷物ない時ですけどね、こうやって縛ってで CC バーによいしょ、みんなきっと CC バーにどうつけるかいろいろ開発されてると思うんですけど、とりあえずこんな1本の棒でも全然飛んでかないんで、これで背当てを作ってます。なるほど。でやっとすみませんこの話に戻ってくるんですけど、おかえりなさい。もう基本的に僕はストレートのバイパス透明走ったりとか直線でまっすぐゆったり乗ることだけを目標にしました。こんな感じです。実際どうなんですか？違うっすか？腰は。腰についてで言えば全然やっぱ違います。で僕の分析ですけど、背中つけずに乗ってると下方向に向かって振動が来て腰が痛いんですけど、お尻と背中がこうやって全部つくと接地面積が増えるじゃないですか。はい。なんで振動に対してその下だけじゃなくて、なんか分かります？この辺全体に圧が逃げてる感じはしてます。なんでこの方が段差は楽にはありますね。ただですよ、ただそのストレートでまっすぐゆったり乗ることだけを目的に作りすぎたので、もうこの引き回し、これも今もそうですけど、もうこのハンドルがこっち行っちゃった日にはもうこれ引き回すのとか本当に大変です。たまに一緒に走りますけど大変そうですもんね。大変ですね。もう本当にこかしそうになったこともこのハンドルにしてから一発目であったんで、もういつもこれでまたいで基本的には動かすっていう、これだったらよっぽどひっくり返さないんで、大柄な人にはいいのかもしれないですけど、あと腰の事情みんな抱えてると思うんで参考にしてもらえると参考になるんじゃないですかね。結構こう後ろにゆったり乗る仕様ですね。絶対楽ですもんね。わかりました。とこんな感じになってます、どうですか実際いろいろ変えてみて。楽しいですね。楽しい。変えるのがハーレーですよね。いや変え終えて楽しいじゃなくて、変えてる時ですよね。やっぱりまだこうしちゃおうかなとか、どうしようかなとか、めちゃめちゃ楽しいですねその時が。なんで今は一通り一旦終えまして、カスタムはちょっとそういう気になるとことかはあるんですけど、一旦落ち着いちゃって、乗る楽しみだけになっちゃってるんで、やっぱちょっともじもじしますよね。もぞもぞしてきます。なんかいじりたいなみたいなところは。ただちょっとこのバイクと別の今ショベルを機械があって若干今は組んだりとかしてるんで、そっちで発散はしてますけれどもやっぱ作る楽しみっていうのがあるのかなと思います。仕事終わって夜な夜なやってたんですか？そうですね。これもそうですし、今もちょこちょこしか最近できないですけど、基本的には仕事の後に楽しみとして夜 YouTube 作ってない日はバイクを作れたり子供と遊んだりそんな感じです一応この車両はお店は関与してません。この車両はお店を関与してません。お店の関与はしてませんでいいですかね。こんな簡単に作っちゃってるんで、僕個人が制作したバイクとして捉えていただけると、やっぱ徳ちゃんとか翔吾とか作ってるバイクいつもこうやってカメラで撮ったり見て、細部まで本当によく作ってあるなって素人バイクを作ってる僕からするとやっぱ本当に思いますね。お店のみんなはやっぱお客様のバイクやってるから一個一個の作り込みがすごいしっかりしてるし、僕なんかこれ撮る前にサビを拭いたりしてましたけど、やっぱ簡単に錆びちゃうようななんですか、鉄むき出しで全部作っちゃうようなのも簡単なんですけど、そうですね。そのままじゃ売り物としてはダメだったりもすると思うんで、仕様で錆びてほしいっていう方もいらっしゃれば多分それは応じてるとは思うんですけど、
基本的にはやっぱ何かしらさらに施されて作られているんだなっていうのはあるので、本当にみんなきっちり作ってますんで、安心してお買い求めください。このようにはなりませんのでということで、じゃあ、はい、以上で動画は終わります。この動画が面白かった人はいいねと、チャンネル登録でぜひお店を応援してください。お願いします。はい、じゃあやってみます。オールドマックス